どうも皆さん、カイトです。バイクで荒野を駆け巡るライカエイジトゥルーブロードをご存知でしょうか。こちらは2023年10月9日に Steam、2023年12月6日に PS5、Xbox でリリースされたゲームになります。早速エンディングまでクリアしたんですけど、難易度高すぎて面白いメトロイドバニアでしたね。公式が歌っている通り、モーターバニアのプレイ感に荒廃した世紀末ワールドのマップ、アニメ調のタッチの手書き 2D キャラクターにバイクで探索というミックスアップがめちゃくちゃ面白かったです。今回はライカエイジトゥルーブロードというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになりますが、主人公ライカがバードたちを滅ぼしに行くモーターバイクメトロイドバニアアクションです。バードに占領された世界で呪いの家系に生まれた不死身のコヨーテライカが部族の誇りをかけて単身で戦地に赴くお話です。公式ではモーターバニアと歌っていますが、まさにその言葉がぴったり当てはまるのが本作。難易度はないんですけど、体感的にはハードだと感じ取られました。移動が常にバイク操作になり、LT 押しっぱなしで移動、左スティックでバイクの重心、右スティックでエイムで RT で射撃、 X で方向転換、 B でブレーキ、十字キーで武器チェンジが主な動作になりますね。例えが古いんですけど、エキサイトバイクのような操作性だと思ってもらえたらなと。一発でライカはデスってしまう仕様なんで、被弾だったりバイクの横転、さらには落下しては即デスになります。デスった場所に袋を落とすので絶対に拾いに行きましょう。攻撃方法が銃オンリーになりますが、ノーマルの銃はエイムを合わせて攻撃する際にバレットタイムに入るんで、しっかりと狙って攻撃することができるのも特徴の一つです。後々にショットガンやマシンガンなどはゲットできるんですけど、全然性能が違うんで使いどころが重要です。弾切れの際のリロードがバイクを左回転させて行うので、飛び上がれる場所ではくるくる回りながら補充します。ちなみに相手の弾は方向転換で一発弾き返せますが、バイクを右回転させてカウンターを復活させないと使えなくなるので注意してください。常にメインミッションでパートを進めながら、道中での宝箱やサブミッションで資源をゲットしていきます。この資源を使用することで銃にバフをかけたりしていくので、率先して強化していきましょう。また一時的なバフとしてはライカの料理があるんですけど、いまいち効果内容が把握できなかったので適当に作って大丈夫です。ファストトラベルは大墓標でろうそくを使用して移動可能で、ポイントごとにあるので使いやすかったかなと。基本的にはバイクで荒野を暴走しつつバードを借り、カセットテープの BGM を堪能しながら部族の誇りをかけて戦場に乗り込んでいきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、1000回以上デスる高難易度。見た目では想像できないかもしれませんが、このゲームはザラに1000回以上デスるのが当たり前。実績でも1000回デスで取れるものもあります。なぜ高難易度かというと、バイクによるデスが頻繁に起こります。横転してデス、着地失敗してです。5話要素強く返り血のせいで見えなくてです。防御体勢に入っているのに弾がすり抜けてきてですなど、数えきれないくらいのデスパターンがあります。このデスを乗り越えての中毒性が抜群。バイクを傾けてのシビアな操作を求めつつも、うまくいった時の自分でやってやったぜの高揚感が半端ないんですよね。綺麗に抜け出してのバレットタイムで弾を当て、リロードしての装填からの再びバレットタイムという瞬間はここぞとばかりにやばい。全然操作がおぼつかない時の方が圧倒的に多いんですけど、バイクの操作にちょっと慣れてきた時のプレイングは自分に酔えるのが面白い。2、広大なマップでのバイク探索と BGM。 先ほどにも伝えた通りに、移動は全てバイクを走らせることになります。バイクで行く先々をドライブしながら探索をしていき、これの探索しがいが非常にあります。メインミッションやサブミッションはお使い要素が多く含まれていますが、 BGM を優雅にセットしながら世紀末の世界を堪能できるんですよね。めっちゃ BGM いいのも世界観を盛り上げるのに一役買ってて、見つけたテープを任意で変更できるのも良いポイント。エリアとしては日本語フォントがデカデカと表示させる謎めいた仕様でも、どこに行くかがすごく分かりやすかったですね。ローカライズもしっかりされており、ライカの心情やモブキャラたちとの関係性が理解しやすく、プレイしていてとても楽しかったですね。バイクの強化がイベントごとにスキルアップのように進むのもメトロイドバニアは巧みに融合させていました。ただバイクの縄掴みは勢いよく走ると転んでデスるので注意。アイテムショップは全てガソリンスタンドであるのも荒野の雰囲気を意識していたのかもしれません。3、
緊張感のあるボスバトル。探索だけでなくボスとの戦闘も非常に緊張感がありました。序盤のチュートリアルのロードローラーボス戦ですら、このプレイングが正しいのかという疑問を抱きながらの戦闘は秀逸で、戦うたびに攻略法が分かってくるのがいいです。スカルドラゴンとの戦闘ではバードたちに銃弾を当てつつのヒヤヒヤ感があり、タートルでの追いかけっこ戦闘ではちょっとしたミスでの被弾して即デスで発狂など、いかにライカを襲撃しに来てるのが伝わります。ほんまにタートルだけは許さねえ。バイクの操作技術を存分に使うことが求められるため、無理やり覚えさせられるのもやってくれてますね。またカットインのアニメーションも素敵で、ブラスフェマス2同様のゲームのワンクッション的な役割を果たしていました。4、クリア時間は26時間。サブクエをほぼこなしてのクリア時間は26時間ほどでした。武器全強化からサブクエ全突破を目指すなら、プラス10時間ほど見ておけばいい感じがします。拠点で発生することがほとんどなんで、集まりにくい資源集めには重宝しますが、ほんまにどこ行っていいかわからないノーヒントサブクエもあるんで、興味のある方は全達成目指してみてください。なんだかんだでバイクの操作が難しい一方、その難しさを含めてゲーム全体のボリュームを合わさり、めちゃくちゃ面白かったですね。以上になります。コヨーテのライカがバイクで駆逐するライカエイジトゥルーブロード。少しの傾きで倒れてしまうバイク操作から爽快に突破できた時のバレットタイムに興奮する。危ないと思いつつもバイクのスピードを制御できなくて操作が下手すぎて方向を上げる。この機会にぜひ世紀末の世界でニック機バードたちを一掃しに行きませんか。きっと機関銃を持っているバードのところが難しすぎて、こいつらの配置絶対におかしいやんけってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。